はい、皆さんこんにちは、口風です。今回はペペロンチーノ検証します。前回ですね、こちらトマトソースの検証を僕らしたんですけれども、その企画がですね、僕の中ですごい楽しかったんですよ。なんかトマトソースいろんなので作ったら味変わるじゃん、こんな味になるの、最終的にこんな美味しさでしたみたいなところがね、一通りこの動画の中で気づいていただけたんですけれども、僕の中でもすごい気づきがたくさんありました。ということでですね、今回いろんな検証をしていこうということで第2弾をやります。それがペペロンチーノ。ペペロンチーノね、僕もですね昔からよく作ってます。でもなかなか上手にできない。シンプルだからこそ難しい。火の入りが甘いとか焦がしちゃうとかね、結構この2ポイント、最低限のね気遣いなところなのかなと思うんですが、そんなところをですねぜひ今回作り分けて検証したいと思いますので、ぜひ最後まで見てってください。では検証します。はい、じゃあ早速作っていきたいと思います。じゃあニンニクをねまず切っていこうと思うんですけれども、スライスでいこうかなと思います。今回ですね4つのパターンで分けて作りたいと思います。で1つ目がいつも通り低温のオイルにニンニクを加えて、弱火でじっくり火を入れてって色づいたところでストップっていうね、僕がよく普段作るペペロンチーノの作り方に準じて作るものが1つです。で2つ目がしっかりニンニクを炒めなかったバージョン。割とですね友達とかにペペロンチーノ美味しく意外と作れない、シンプルだからこそちょっと難しいみたいなのをよく聞くんですけど、さっさっさって炒めてすぐ茹で汁か加えてソース作ってるのかなみたいな時があるので、おそらく油の方にニンニクの香りが移ってないんじゃないかはてなみたいなことがあります。なので実際どれくらい味に差が出るのか、僕は同じ状況で食べたことないのでちょっと気になるので、それも作りたいと思います。で3つ目、焦がしちゃったパターン。僕は大学生ぐらいの時にパスタをねフライパンで作って出すお店で働いてたんですけど、その時にペペロンチーノの作り方とかいろいろ教えてもらったんですけど、ニンニクは絶対に焦がすなと教えられました。なので実際に焦がしたパスタとちゃんと丁寧に作ったパスタを食べ比べたことがないので、ここに関してはどれくらい差が出るのかをちょっとやってみたいと思います。そして4つ目ですね。4つ目はオイルを温めた状態でニンニクを入れて加熱してさっとソースを作るやり方をやってみようと思います。これもよく聞きます。油って低温からニンニク食べるんですね。なので個人的に実際どれが美味しいのかちょっとこれから検証したいと思います。はい、じゃあニンニク剥き終わりました。そしたらですねニンニクをスライスしていきます。上と下の上はね必ず除いてください。スライスしていきます。で厚さはだいたい均等になるようにいきましょう。ここがねムラがあるとですね、そもそもニンニクの火の入りにムラが出てしまってある程度薄さは調整して切ってあげております。今回ちょっと4人前作るのでこんだけニンニク切ってるんですけれども、これを1かけすると大体3かけぐらいなので、これの量でいうとこれぐらいを使って大体1人前を作るようにしています。はい、ということでですねニンニクを切りました。ざっくり4等分しました。まずはほとんど炒めずにいくニンニクからいきましょうかね。火の入り加減が浅めのやつをいきます。大体大さじ1とちょい、1と半ぐらいかな、半ぐらい。油自体はコールドスタートしてます。冷たい状態でねニンニク入れました。火つけます。でこのまま少し炒めていきます。でニンニクからちっちゃい泡みたいなのがふつってしてきたぐらいで加熱を1回止めようと思います。それでですね、この鷹の爪はですねどれも同様に入れようと思うんですが、こういうホール缶のやつとあとはこういう刻んであるやつ、輪切りのやつで、どっちでもいいんですけど、個人的には輪切りの方よりはホールの方を使いたいです。なんていうと輪切りよりね焦げづらいんですよね。なのでホールのまま入れます。ふつふつし始めたのが分かりますかね。炒め始めて1分経ってないです。30秒40秒ぐらい。火加減は中火と弱火の間ぐらいでやっています。こう触ると分かるんですけど、ニンニクがね硬いんですよ。ので食べた時の柔らかさみたいのが多分感じられないぐらいのまだ火の入り方なのかなと思います。はい、全体的に少しふつふつするようになってきました。止めました。加熱終了です。ニンニクが割としっかりまだ形があって切ったまんまって感じで伝わりますかね。
じゃあこのままの状態で置いときます。続いてですね、同じようにオリーブオイル入れます。ニンニク焦がしたバージョン作ります。コールドスタート、状態は一緒。ニンニク入れます。で同じように火を入れていきます。こういった状態でしっかり鞘が閉じてます。ほんでここをちょっとパキッと切ってポン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 って出すとここから種が出てきます。で鷹の爪は種が辛いので、辛いの苦手な方は種をしっかり取ってから炒める。加熱していきます。焦がすのでこのままちょっと置いておきましょう。だいぶね火が入ってきましたよ。でニンニクのね表面が少し柔らかくなってきました。押すとね弾力があってこれ跳ね返ってくる柔らかいような感じですか。まだまだいきますよ。ちょっと色づいてきましたね。鷹の爪の色もちょっと黒くなってきましたよ。赤黒い感じ。さあこのまま加熱していきます。この辺りから全体的にだいぶ色がついてきたのが分かりますかね。ちょっと強い匂いに変わってきました。ニンニクがガーリックチップぐらい色がついてきました。鷹の爪はかなり真っ黒。この辺りで火はストップ。分かりますかね。だいぶ色づいてしっかりニンニクの火入ったよねっていう状態ですかね。じゃあこれはこれで置いておきましょう。最後は同時に作っていきましょう。低温でじっくり火を入れていく、通常によく僕がお伝えしているパスタの作り方に準じたもの。オイル自体をしっかり加熱してからニンニクをさっと入れたパターンの両パターンを同時に仕上げていきます。左側をね、じゃあ油をしっかり加熱してからスタートしましょう。でこちらは低温でじっくり弱火でいきます。はい、弱火にしました。油から出さないようにするとニンニクが美味しく仕上がると思います。こちらはオイルを温めていきます。そしたらですね、こちらオリーブオイルある程度火が入りました。そしたらいきます。割とね、すぐフツフツ言い始めました。それである程度色づくところまで火を入れていきます。はい、ちょっと色づいてきました。仕上げとはこの辺で止めたいのでフライパン冷まします。これ以上ね、置いとくと余熱で火が入っちゃうのでちょっと検証したいので1回で、この後ね茹で汁を加えてソース作っていくんですけれども、大体これぐらいまでこちらのソースも作っていきたいと思います。さあ弱火の方ですね、やっとふつふついってきました。ほぼ同じタイミングで入れたんですけれども、やっぱ油にねしっかり火が入っていると、色づきやすいですけれども、見た目はね多分そう大差ないように仕上がるんだけど、味にどうね差が出るか、そこはちょっと検証してみたいと思います。はい、そしたらですね、だいたい5分ぐらい経ちました。弱火でやってます今。 IH でいうと2とか3とかを上手にちょっとコントロールしながらやってますけれども、色づいたのはそんなにないのかなと思うんですけど、押すとすごい柔らかいのが伝わります。なので低温でじっくりじっくりこのニンニクのスライスに火が入ってるんだなという感じです。もう少しだけいきましょうか。はい、その間にパスタ茹でていきます。だいたい僕は 1% から、1.2~3% ぐらいの塩分濃度で作ることが多いんですけど、だいたい 2.6 リッターぐらい入るらしいです。ストーブのこの22センチの鍋は。なので大さじ2ないぐらいですかね。そしたらパスタ茹でます。お湯の中につけていきます。はい、使ったところでタイマースタート。気持ち早めに揚げたいので5分茹でのパスタらしいので4分にセットしました。はい、そんなこんな言ってるうちにニンニクに少し色づきが始まりました。この辺とか色づき始めてるのなんとなく分かりますかね。ということでですね、個人的にペペロンチーノとしてはこれぐらいの色づきが出そうかなというところまで入れました。だいたい7分ぐらい加熱したのかなと思います。さあこの状態に茹で汁加えていきます。頭1杯分で置いていきます。同様にね、他のパスタとかにもね茹で汁を加えてソースを温めていきたいと思います。パスタをねソースに加えていきたいと思います。で少し汁気が多いかなと思うぐらいで OK です。中火ぐらいで煮詰めていきます。よく煮詰めて混ぜてあげる。ほんでですね、イタリアンパセリがあればよかったんですが、パセリしかなかったのでドライのパセリ。そしたらですね、フライパン混ぜたり振ったりしながら煮詰めていきます。でちょっとだけお塩軽く調味してあげて、全部条件一緒なので入れる量は一緒。これで良さそうですね。
きました。こちらで完成。じゃあ試食して比べてみたいと思います。どうぞ。いらっしゃいました。お邪魔します。前回のトマトパスタの引き続き、はい、カメラマンの宮原さんに参加していただきながらよろしくお願いします。はい、食べていきたいと思います。じゃあまずはどうしようかな。多分焦がすくうと舌がもうバグっちゃって全部苦味感じちゃうと思うので、浅めのやつからいこうかな。浅め。はい、じゃあいただきます。ほとんどニンニクに火を入れてない、さっと入れたやつですね。ニンニクも食べてみる。ニンニク結構食感ありますね。そうですね。なんかじゃがいもみたいな。適度に食感残ってるから。美味しいです。いい感じですね。じゃあ続いてフライパンを油入れて温めた状態で作ったパスタ。いただきます。いただきます。美味しい。さっきのほとんど加熱しないやつよりはニンニクの香りがしっかりしてますね。してますよね。ちょっと焦げた感じの苦味、えぐみ、ちょっと重たさはある感じ。オイルがしっかり加熱された状態で火が入ってるので、高菜もほぼ真っ黒になってます。そこがね、丁寧に弱火で作ったペペロンチーノとか、まず見た目の違いがありますね。ニンニクはすごい柔らかい。で、特に苦味はもう感じないですね。そうですね。えぐみとかもないないですね。辛みがちょっと立ちますね。こっちの方。そうですね。丁寧に作ったやつですね。はい、じゃあ食べてみたいと思います。ニンニクの香りもすごいしっかりするし、鷹の爪の辛みがピリッとあり、なんかえぐみみたいなの一切なくて、そうですね。超整ったペペロンチーノっていう感じですね。さっきの温めた油のよりなんか角がない感じだけど、しっかり香りもするから、よかった。一番美味しいかもしれない。これが一番まずかったらもう、ちょっと終わったっていう企画になっちゃってね、危なかったですね。噛まなくても舌の上でこうほぐれるぐらいの柔らかさに仕上がってます。その辺もね、弱火でしっかり入れたからこそえぐみもないし、変な角も立ってないし、味が整ったペペロンチーノになってるのか。そしておそらく大物現れました。見た目が違うね、これ。なんか醤油の和風パスタみたいになってますね。和風パスタですね、見た目がすごい焦がしたやつですね。ちょっとしんどいよこれ。口入れる瞬間にもう焦げた香りが、食べられないことはないですけど、美味しくないなこれは。結構今舌の上に飲み込んだんですけど、まだずっと居座ってる感じ。とりあえず美味しくないです。まあこれ結果で分かってたんですけど、かなり焦がしちゃうとパスタソースの中に苦味とえぐみ、そして鼻に少し嫌なちょっとこう焦げた香りがずっとぼわっと残ってる感じです。お水飲んでもあんまり解消しない。なので多分これを食べ続けるのはちょっとしんどいのかなと思います。後ほどね、いただきますけれども、なかなかこう4つ並べてみるとだいぶ差が出ることが分かりました。ではですね、今回まとめますとですね、ペペロンチーノは低温のオイルからニンニクを弱火でゆっくり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 火を入れていく。僕の目安では5分から7分ぐらいの段階でふつふつしながら焦がさないように火を入れる。しっかりパスタを茹で汁と一緒に合わせてやっていただけるといいと思います。油のニンニクより火の入りが甘いと香りはちょっと乗ってるんだけど、ペペロンチーノとしてはなんか物足りないような感じですかね。でニンニクもすごくもう食感が残っちゃうぐらいの感じで、えぐみとか苦みはそうないんですけれども、ペペロンチーノとしてはもう少し加熱してほしいかなってところをやっぱ感じました。オリーブオイル温めた状態でニンニクと高菜摘み入れると無理にこう火を入れたので、香りはそこまでしっかりこう丁寧にね入れたやつに比べると香りは移ってないし、多少のえぐみと、高菜摘みが割と焦げやすかったりするので結果焦げちゃいました。で焦がすに関しては特に言うことはありません。焦がさないでください。そうですね。はい、ということで今回お付き合いいただきましたペペロンチーノ、実際どうやって作るのか美味しいのかな検証でございました。ぜひ皆さんペペロンチーノ作る時に参考にしてもらえればと思います。ではまたね、バイバイ。